こうやってゆっくり何回も何回もバリカン入れてあげると段差がなくね、こうやって綺麗になります。はい、お疲れ様です。虹ための北川です。今回の動画ではね、ベンガル、今画面に出てるね、このヒョウ柄のような模様、これの入れ方の解説をしていきたいと思います。今画面に出てるね、写真見てもらったらわかるように、ざっくりと3色ぐらいをね、準備しておけばいいです。まずはその体全体の色になる部分の、明るい茶色だよね。ベージュっぽい色。で、模様の中、ちょっと赤茶っぽいような色ね、毛色ね。そして、その模様を取り囲むようにしてるヒョウ柄の部分ね。黒い模様。この3色ぐらいを準備しておくといいです。で、まず色を、じゃあどの色で作ってるのっていうと、今回用意してるのは、これはね、僕の持ってる毛色ね。黒とローコっていう色と柴犬っていう毛色。それから、これはね、鹿っていう色なんだけど、ちょっと赤茶っぽい茶色ね。それから、浜中のフェルト羊毛の41番。それから浜中の29番。これをね、混ぜて使ってます。ざっくりと、この辺の毛色、こんな系統の毛色があったら作れるよっていう感じです。で、最初の、この体全体のベースになる、これは何色で作ったかっていうと、浜中の29番。フェルト羊毛のこの29番。これね。で、これに、ローコっていうのを1対1で混ぜて、この色を作ってます。で、次に、斑点の真ん中になる赤茶っぽい色。これについては、浜中の41番ね。焦げ茶っぽい色と、これ鹿っていう色なんだけれども、もう赤茶っぽい色。これと、プラス、少しそれに柴犬を混ぜて、この色を作ってます。でもね、大体この3色を、1対1対1ぐらいの割合で入れたら、これぐらいの色になると思います。で、最後、この濃い色。これは何色を使ってるかっていうと、真っ黒だとね、ちょっと色強すぎるので、黒に浜中の41番。この焦げ茶。これを混ぜてます。で、やや黒多めにしてるかな。こんな感じの色にしています。はい。それをね、混毛してこんな感じで準備しておきます。はい。じゃあね、毛の色が混毛して準備できたら、いよいよベースの方に植毛していきます。で、ベースについてはいきなり植毛するんじゃなくて、やっぱりね、こういう複雑な柄の場合は、下書きをした方がいいです。じゃあね、まず下書きをざっくりとしていきます。ちょっとね、簡単にやるから、モデルの写真とはね、若干違うけれども、だいたい似たような感じで、ちょっとね、ざっくり描いていきます。これはね、もうほんと、そっくりに作るっていうのはなかなか難しいから、ざっくりと、こんな感じだなっていうのを、まず、こんな感じね。ここで一つ作って、これはモデルの写真よく見ながら、こんな斑点になるんだな、みたいな感じで。で、ベンガルの時はそうだね、3色で模様入れた方がいいです。わかりやすいから。例えばね、この辺一体こういう風に描くよね。で、僕は軽く、この中の茶色くなる部分、ここはこういう風に色を入れておきます。で、これはなぜかっていうと、ただの黒い斑点の部分もあったりするから、そこと勘違いしないように、こういう風に、こんな感じでね。で、全体的に入れておいた方がいいです。で、当然、植毛してね、毛をカットするじゃない。すると、毛の長さがあるから、当然ね、ちょっとね、描いたところと少しずれるわけ。実際に植毛したらね。で、うちのコーダーなんかの時は、体の模様をね、絶対ここの部分はこの場所にぴったり合わせなきゃいけないっていう時は、その、毛の長さでずれる分を下書きの時にちょっとずらして書いておくっていうことはね、やってます。今回はね、あまり気にしないでやります。じゃあね、こんな感じで、本当はね、全体的に書くんだけれども、ひとまずこの辺周辺をね、植毛していったらどうなるかっていうのをね、やっていきます。まずはね、そんなに難しいことを考えずに、まずはこのベース色からね、入れていきましょう。でね、今回ちょっとね、植毛の仕方もね、ちょっとね、参考にしてほしくて、植毛した時に、毛がガタガタになっちゃうとかね、カットした後。それから、毛並みがあんまり綺麗に表現できないっていう人。それはね、ちょっとね、今回のね、やり方、真似してください。特に短毛種の時は、毛の密度を濃くすることね。これ今、スピード針でやってます。ひとまずこんな感じで、ちょっと、ざっくり簡単にやっていくね。
こんな感じで、差し幅あまり持たせずに、もうほんと一列でいいです。で、折り返して刺すね。で、この時に、毛の流れがこういう風に寝るように、根元をこういう風に狙って刺すね。で、こんな感じでいいんで、植毛していきましょう。で、長毛の時は、僕が言ってるように、差し幅を持たせて、ここ3ミリとか5ミリぐらい貼り付けて折り返した方がいいんだけど、短毛の時にそれやってしまうと、まあ、できるんだけれども、慣れてないとね、やっぱりガタガタになっちゃったり失敗したりとかするから、多分こっちの方が綺麗に表現できると思う。これぜひ試してみて。こんな感じ。簡単だよね。しっかりと毛の流れ考えて、一列、こう、一線ね。差し幅は持たせなくていいから、しっかり刺して、で、折り返すね。折り返して、根元しっかり刺す。はい。ひとまず一列こんな感じにしようか。じゃあ次二列目行くんだけど、この時に、本当にね、毛の密度濃くしたければ、この植えたとこギリギリに刺していけばいいんだけど、でもそれを続けていくと、もう毛の密度が濃すぎて、すごいモコモコになっちゃうから、2ミリぐらい、ちょっとわかりやすく書こうか。これ書いちゃダメよ、線ね。今みんなに説明するのに書いてるだけだからね。2ミリぐらいで、これ以上開けない方がいい。で、この植えたところから2ミリくらい開けたところにまた刺していくね。で、やり方は同じ。寝かしてしっかりとね、根元刺す。で、これをね、同じようにやっていきます。で、今やった要領で、このね、模様が入る下書きをしたところまではね、ギリギリね、埋めていきます。はい。ひとまずね、模様に対してね、この周辺をね、こんな感じでまずベース色入れちゃいます。じゃあ、いよいよね、ここに、ヒョウ柄の部分のね、模様を入れていきます。で、これもね、このヒョウ柄の模様の黒い線が太い部分と細い部分あるよね。あと途切れてる部分とか。で、当然、太くしたければ毛の量を多く、細くしたければ毛の量を少なくするね。で、こういうふうに黒い斑点っていうかな、黒い周りの模様が途切れてるところ、そこはベース色だよね。これをしっかりともう一度ここにね、線と線の間に入れてあげる。で、こういうところね、またベース色になるから入れちゃいます。はい。で、こっち側ね、黒い線を閉じる前に、次、このね、真ん中の斑点の中のね、赤茶の色を入れていきます。で、斑点ね、ちょっと見てほしいんだけど、周りの模様から中の赤茶に色がね、移るときに、軽くこう、グラデーションかかってる場所あるじゃない。そういうところはしっかりグラデーションさせるね。で、ここで言ったら、これから入れるここの黒い線からは少しグラデーションさせて赤茶にしていくっていう感じ。でこっちはちょっとそのままいきます。
はい、この辺から少しずつね、グラデーションさせるので、黒っぽい色とこの赤茶の色を少し混ぜていきます。で、黒い線の部分に移ったら、一番濃い色を使って入れていきます。はい、こんな感じで入れたら次、またベース色に戻っていきます。で、本当に綺麗に模様を入れたいときは、いきなりこの色を入れるんじゃなくて、やっぱりこの色とこの濃い色のグラデーション色をしっかり作って、で、これを向こう側が透けて見えるような感じで作ってあげて、ここに1線入れていきます。そしてまたさっきのベース色を入れていく。はい、ここまでやってね、あとカットしたら一つの模様ができてます。じゃあ同じ要領で、今みたいな感じでね、全部ね、植えていきましょう。で、ここのね、ちょっと作業工程はね、飛ばしますよ。はい、こんな感じで、ひとまずね、模様全部、植毛が終わりました。じゃあここからね、カットをしていきます。一度ね、しっかりとブラシで起こしてあげて、バリカンでね、カットしていきます。で、いきなりね、バリカンでカットするときも、短く切ろうとするんじゃなくて、こうやって浮いてるね、毛先、それを先に買っていく。一度カットしたらまた毛で起こすね。ブラシで起こすね。で、また少しずつカットしていきます。だいぶ模様がはっきりしてきたよね。で、もう一度ブラシでしっかりと毛を起こして、で、バリカン刈る時のコツとして、いつもね、こちら側から一気に刈ろうとしたら、手前側は刈れるんだけど、奥の方がね、どうしても毛が寝ちゃって刈れなくなるから、ある程度刈ったら、こうやって毛を起こしてあげて、ね、こっちの方が長いんだよね。枯れてない奥の方から刈ってってあげる。はい、また起こしてあげるね。とにかくね、焦らずに少しずつね、やっていくこと。そうすると、綺麗にね、段差がない状態でね、綺麗に刈れるから、焦らない。はい、こんな感じで刈れました。あとね、最終的にはコームでね、綺麗に余分な浮いてる毛を取り除いてあげます。はい。どう毛並み。これだとすごい綺麗にならないかな。密度も適切な密度だし、で、毛をカットしてもね、こうやってゆっくり何回も何回もバリカン入れてあげると段差がなくね、こうやって綺麗になります。でね、ベンガルの模様もそれっぽく入ってるよね。なかなかね、モデルの子そっくりの模様っていうのは難しいんだけれども、でも、本当にちゃんとやろうとね、形をちゃんと作ろうとしたら、細かくやってあげる。今回はね、ちょっと大雑把にね、ザクザクとやったけれども、もっと細かくやると、形もより似せて作ることができるから、こんな感じで表現してあげると、ベンガル、ヒョウ柄がね、作ることができます。ぜひね、機会があったらやってみてください。はい、今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。